こんにちは。私のチャンネルへようこそ。今回のビデオのためにはちょっと違うことをやりたいと思って、全部日本語に言おうかなというアイデアがあったのね。だから結構私だって知らない人が別の言葉を話すとそれに結構興味があるから、今回のビデオは全部日本語に話そうと思ったのよ。我今の郵便屋が来たからね、ドア出なきゃいけなかったんだけど、そうだから私はちょっとパッと話したいのは、どうやって私が日本語を学んだことと、どうやって今もまだそのレベルを同じようにしてるのかっていうことについて話そうと思ったんだよね。私はうちにいる時にはね、お母さんだけと日本語を話さないんですよね。だから私も分かってるの、自分の日本語は結構カジュアルで別にあんまり丁寧じゃないっていうことも分かっているの。私のお母さんは元東京出身で、だから私の日本語は結構早くてあんまり発音でもないと思うんだよね。よく日本の四国とかに行くと別々のところにいろんな発音とかいろんな方言があることも分かってるんだけど、そういうのは全然私に影響されてなくて、私のお母さんも結構普通の日本語の発音があるんだから、私も結構普通の日本語の発音もあると思うんですよね。小さい頃はお母さんがずっと教えてくれたんですよ、日本語を。毎日日記書いて、あいうえおとかも全部練習して、漢字とかも毎日1時間2時間ぐらいやっていたの。それがすごく大事だと思います。どの言葉でももっとよく学びたかったらその毎日練習するっていうことはね、やっぱり一番大事なんじゃないの。その上私もすごく若かったから、やっぱり2、3歳ぐらいからずっとやってたんですよ。お母さんは私にも今英語じゃなくていつも日本語に話していることだから、私は今22歳でというわけがもう19年ぐらいこれを勉強してるっていうことなんですよね。私も妹がいるんですよ。でやっぱり私と妹の日本語の違いは次うんと違うとは言えないけど、絶対にきっと私の方がずっと長い間お母さんと話しているから、私の日本語の方がもうちょっとフルエントかもしれないって言えるかもしれないけど、私の妹も結構よく話せるんですよね。その上私も5歳ぐらいの時からね、ずっと漫画を読んでいるんですよ。でやっぱり私思うにはどの言葉でも別にいろんな方法、習うにいろんな方法あるんだけど、日本語にはやっぱり漫画を読むことがナンバーワンだと思うんですよね。どうしてかっていうと、漫画を読むともし知らない言葉があったらそれを直接漫画にも絵とかあるじゃないの。だからね、やっぱりそれを絵を見ながら字を読んでいるから意味とかももっと早く学べると思うんですよね。とその上また漫画に使う言葉はもっと例えば会話とかそういうための言葉をもっと使うんですよ、やっぱり本より。だから漫画はうんと読んだからその会話とかはよくできるんです。でもやっぱり本とかそういう文章とかあんまり読んでないから、やっぱり日本に行く時に新聞とかその他を読むのにはすごく難しい。その他漫画にも漢字とか振ってあるじゃないの。だからやっぱりそれももっと読みやすくなるんですよね。新聞とかは全く無理、読めない、やっぱり漢字が難しすぎて。でもきっと2年か3年くらい日本に過ごせば読めるんじゃないのと思うんですけど、わかんない。今ただ日本語をちょっと習おうとしている人たち、今ちょっと遅く話すよね習おうとしている人たちにはやっぱり最初私のアドバイスは漫画を読むこと、練習すること、なるべく日本人の友達とかあったらその人と練習する。発音とかそういうのはやっぱりもっと練習するともっと良くなるんですよ。ともう一つはやっぱりアニメとテレビのドラマ、もし元日本語で話してあったらその元の言葉に聞いてそのサブタイトルがある方が絶対いいと思います。私もやっぱり映画とか見ている時には日本語の映画だったら必ずサブタイトルを下に載せてあるやつを見て、もし知らない言葉が映画に出たら直接それを書く。でそれを調べる。だからそこら中半分日本語半分英語のリストが結構集まってあるんですよね、私のうちには。どうしてかっていうと、テレビのドラマとか映画とか見ている時に
いつも私は新しい言葉をリサーチしているんですよ。で、それをもし何年か頑張ってやれば、必ず誰でも日本語を学べると思うんですよね。ともう一つ、最後、一番大事なことは、間違えてもいいっていう態度を絶対持った方がいいと思います。私だって長い間日本語喋っているけど、自分が間違えている時も分かっているんですよ。絶対に日本人の人がこのビデオを見てたら、どの間違いがあるかないかすぐ気がつくんだと思うんですよね。でもそれはいいの。私は話すことに結構自信があるから、間違えたって全然構わない。言葉っていうのは一番大事なのは、別の人が何言ってるのか分かるか分かんない、そういうところが一番大事で、そのもっとね、細かいことは別にどうでもいいと思うんですよね。だからなるべく頑張って話して少しずつやれば、間違えても人はいつも分かっているんだから、話せるだけでもすごいと思うんだよね、私は。それがナンバーワンだと思います。では次のビデオはきっと英語でやるから、眺めててくれてどうもありがとう。で、また今度また話し合いましょう。じゃあね。